こんにちは、いくです。今回は前インスタグラムに載せた時にリクエストをいただいたこちらの春メイクをしていきたいなと思います。今回のメイクはちょっとスモーキーな感じとかっていうよりは、新しい環境に行ったり初めての人に会う機会とか明るい気持ちで過ごしたいなっていう感じの時にフィットするような血色感とか柔らかさを出しつつ、ワントーンでちょっと揃えた感じとかくすみを取り入れた感じで洒落てる感じも出しつつみたいなメイクにしております。デイリーにぴったりなメイクになっておりますので、よかったら真似っこしてみてください。メイクする前にブリーチしようかな。コスノリのやつでブリーチしてるんですけど、ミュードのマイマスカラでブリーチ風に白くしてたんですけど、最近はもうブリーチしてより白くするのにハマってます。ウェイクメイクのファンデとブラシのセットにめっちゃハマってて、シームレスウェアファンデーションの21番のバニラアバウトトーンのやつをずっと使ってたんですけど、それに比べて液が割と緩めで薄付きでピタッとして、かなり素肌がもともと綺麗ですみたいな仕上がりになって、アバウトトーンの方が液がちょっともっちりしててカバー力がある感じ。このブラシね、ずっと気になってたんですけど、毎回洗うのが大変になってやらなくなるかなって思ってたんですけど、仕上がりがやっぱり良くってピタッと綺麗に塗れるから毛穴も隠せるし、もうすっかりハマってしまいました。これ色も良くて黄身肌のブルベ冬なんですけど、黄身具合がちょうど良くて、アバウトトーンのやつもそんなに遠くないんですけど、ちょっとピンクっぽいんですよ。こんな感じ。わかります？この薄付きに塗れる感じ。ほら、なんかピタッとしてめっちゃ綺麗くないですか？綺麗に見せたいほっぺのあたりに重ねます。よし。ちょっと余った部分を首にもウェイクメイクのコンシーラーで隠したいところを隠して、アバウトトーンのコンシーラーで明るくしたいところにのせていきます。ウェイクメイクは10番で、アバウトトーンは19番。これ質感もすごく良くってセミマットな感じ、私の好みです。そしたら C グラムのサンスカルプリキッドコントゥアのソフトタンでシェーディングをしていきますこの辺はリキッドだとむずいので、後で粉でやりますね。でパウダーは T フィットのトランスルーセントセットフィニッシングパウダーの01ホワイトとシンピルテのフェザータッチングクラリティパウダーを使い分けていきます。 T フィットはこの毛穴が気になるところを埋める感じで、ジュディドールのメリハリマスターパレットの01番クールトーンを使ってこの色でシェーディングしていきます。ここと鼻上とこの辺。最近ね、ここに入れるのにハマっていて、眉毛ブリーチしてるからこの辺の骨格感をしっかり出してあげるとバランスがいいなと思って、アップノーズにして鼻を短く見せて中顔面を短縮して、この陣中のところにも唇の上と鼻の下に入れて陣中も短縮していきます。ここ Y に入れるのハマってる。シェーディングの逆のハイライトを入れていき
きます。ロムアンドのベターザンコントゥア02番グレイクールのこの色、明るくしたいここの花横とほうれい線のところに入れて、そのまま上にぼかしたら、あとは鼻筋と鼻先、おでこの真ん中、あとは顎にちょっとベースの完成です。そしたら先に眉毛をやっていこうかな。この眉尻を描き足すとバランスがいいので、ピンスのシグネチャーブローペンシルの06番ライトブラウン、こんな感じの明るめのブラウンです。ほら、こんな感じで若干アーチみたいな感じにしていきます。ブリーチしてない時はミュードのフェードインをよく使ってたと思うんですけど、黄身と赤みがあるので、明るいピンクのこの液を塗るとなんかコーラルピンクみたいな色になるので、今はピンクみのない赤みを抑えてくれるこのベージュのカラーを使ってます。黒眉の時はしっくりこなくってお蔵入りしてた子なんですけど、自分の状況とかやりたいメイクとかが変わると、前あんまりだなって思ってたコスメも可愛いってなったりするので面白いですよね。エスポアのフェイクブリーチっていう色です。ミュードがこんな感じのピンクっぽい色で、対してこれから塗るエスポアがこんな感じでベージュ味のある感じになってます。赤み黄身が抑えられた感じになります。そしたらアイシャドウはモアザンローズを使っていきます。全体的にベージュピンクみたいな感じの色味にしたい。真ん中ら辺のベージュ段とちょっと上のくすんだピンク段を混ぜていこうと思います。まずこちらのベースカラーを全体に塗ります。もう少しでも余白を減らすために、こういう塗ってるか塗ってないかよくわかんないみたいなベージュを広めに、そしたらこちらのブラウンでちょっと狭い範囲に塗っていきます。そしたらここのピンクでピンク味を出していきます。今回のメイクはアイラインの太めに作って、他はそんなに濃くしないみたいな。目代わりでね、新しくこの容器に入ってるタイプのジェルライナーを買ったので、これを使ってみたいなと思います。全然普通の黒のアイラインでも大丈夫です。こんな感じになってて、その前にちょっとビューラーします。全然関係ないけど、編み物やってる方います？レースとか方眼編みみたいなちまちまやるの好きだから、やってみようかなと思って図書館で本を3冊ぐらい借りてきて始めてみようっていうとこなんですけど、もしやってる人がいたら教えてください。細いブラシに取って、すごいめっちゃ発色いい。この間角度どのくらいに引いたっけ？ちょっと待ってね。ちょい自然ちょい跳ねぐらいだね。目尻からちょっと入ったとこから描き始めて、目のラインに沿ってジューンって流れるようなラインを引いたら、そこからちょっとずつ太くしていきます。ブラックピンクのロゼのアイラインが可愛いなと思って見てるんですけど、だいたいこの目尻がギュッて濃めになってて、他はそんなに薄めっていう、この目尻を強調して目を横に長く見せるパターンが多くて、今日のはちょっとそれに近い感じです。こんな感じ。なんでこのタイプを買ってみたかというと、まつげの間を埋めるのが埋めやすいんじゃないかなと思って、いつものジェルライナーとかは点で置いて埋めていくような感じなんですけど、これだったら線でペッペッペッっていけるかなと思ったんですが、やりやすいかも。こっちだけインライン埋めてみたんだけど、埋めやすい、やっぱり。
OK。そしたらここの締め色でぼかしていきます。目尻の締め色多めなイメージで、さっき描いたラインの上側にのせてぼかしていきます。目頭側もぼかします。ぼかすのがすごい大事で、もともと顔にないラインを描いてるから、描いたラインが結構目立ちすぎちゃうので、ぼかすと馴染んでちょっと目の陰影ですみたいな風に見えてくるので、締め色と前に塗ったアイシャドウの間をぼかしていきます。そしたら下のラインを引いていきます。今日は目頭側はあんまり強めに引かないで、真ん中から後ろにかけて引く感じ。この目頭側にもギュッて入れるとちょっと強めの印象になるので、今日は春の柔らかい感じにもしたいので、このままで、いつも通り目尻は自分の目尻からちょっと下にずれたところにラインを引いて目を拡張していきます。そしたらまつげをつけようかな。いつものつけまつげのボサドのナンバー1番シルキーブラックをつけていきます。こんな感じ。この辺の色を混ぜて涙袋を描いていきます。で、下まぶた持ち上げた時にできる影に下から持ち上げるような感じで、こんな感じ。このブラウンを使って目尻をなじませます。さっき描いた涙袋の影がこの辺までつながってますよみたいな感じに見せるために目尻に陰影を足します。こんな感じで、やっぱないものを生成してるので、ちょっとでも自然に見えるようになじませていくっていう感じです。いつものノーズカフつけようかな。で、最近キャンメイクのマスカラにハマってて、極太マスカラ、こんな感じ。なんか名前の通り重ねれば重ねるほど太くなってくんだけど、割とダマにもなりづらくって、まつげの形こう綺麗にしてくれる。だいぶゴールが見えてきました。リップは新しく出たフィーのグロースムージーリップバームの03番ピーナッツバターキャラメル。これの絶妙なピンクブラウンって感じが可愛くて、こんな感じの色です。キャラメルみたいな香りがします。リップライナー何使ったんだっけな。多分このモカローズだったと思う。ぴったりじゃない？リップのまとめ動画でも紹介したクリオのベルベットリップペンシルの9番モカローズです。これでまずリップの縁を取ってオーバーリップ気味にしていきます。いろんなリップライナーとかの比較スウォッチも載せてるので、気になる方はリップのまとめ動画見てみてください。ほら、めっちゃ可愛い色なの。これがピンクベージュなんだけど、ちょっとブラウンみの落ち着きもありつつみたいな絶妙な色で可愛い。本当にチークもね、今回フィーで揃えてて、こちらポケットチークパレットの3番メロ&ピーチのこの左下の色を使います。これが絶妙なピンク色で、くすんでてちょっとモーブ味ある感じのピーチです。可愛い感じの要素も入れたいので、この辺にポワッと逆三角みたいな感じに重ねます。
かわいい。春っぽい感じだね。春といえば花粉症がもうやばくて、私鼻水と目がちょっとシパシパするのとくしゃみが出て、あと肌がちょっと痒くなるので花粉症の薬を飲んでるんですけど、可愛くない？一気になんかわーって感じで、これを鼻上離した顎先にのせます。ちょっとだけ陣中にも。可愛くない？ピンクベージュみたいな色にしてみました。で、最後にほくろを描こうと思うんですけど、ラム&のハンオールブローカラーの01番グレーストップを使います。ほくろにぴったりな色なんですよ。ディアエのグリッターについてきた細いブラシで描いていくんですけど、今日の位置は私顔のこっち側にほくろが多くて、なので顔の右側に増やしていくんですけど、こことこの目の下の泣きぼくろと、あとこの鼻の真ん中に入れて中顔面短縮効果を狙っていきます。口元はって笑った時の延長上の上側に描く感じで、もともとあるほくろの上にものせて色を合わせていく感じ。 OK。 はい、春メイクの完成です。めっちゃ可愛くない？なんか春って新しい環境とか新しい人とかに出会う季節だと思うので、そういうちょっと不安な時に可愛い春メイクで自分が明るい気持ちでそういうシーンを乗り越えて楽しめるように、皆さんの春のちょっとのお力添えになれることを願ってます。ご参考になった方はいいねやコメント、チャンネル登録で応援いただけると嬉しいです。インスタグラムの方にもぜひ遊びに来てください。じゃあ皆さん良い春を過ごしましょう。またねー。バイバーイ。